さんよ。今回はキフ騎士の倒し方について解説するわ。この動画を見れば今までキフ騎士に苦労していた人も簡単に、かつ安全に倒しきることができるはずよ。マルチでもソロでもね。ではまずキフ騎士の基本的な特徴についておさらいしておきましょうか。出現場所は大空洞の東の地下取りで、ご存知でしょうけどキフ騎士は2種類の個体がいるわ。右側に持つ獲物が槍のパターンと鎌のパターンね。左側はどちらも試験で共通。弱点は炎属性で斬撃と生属性には強体性。ただし鎌個体は自身と味方へのバフ行動を持ち、炎カット上昇させてくることがあるから注意。状態異常は腐敗以外は有効。強敵としてはバックスタブが有効なのが一番の特徴ね。ちなここまで全部本編ウィキ情報。そしてナイトレーンでは槍持ちと鎌持ち、それぞれに通常個体と赤目の強化個体がいるわ。潜在する力をドロップするのは赤目個体だけ。赤目個体は一部の技が強化されているわ。強化されるのは槍持ちは清掃の壁。前方へ出す場合は1列だったのが3列に。バックステップしながら出す場合はその場だけだったのが周りにも攻撃が追加されたわ。鎌持ちはミケラの降臨。もともと一振りで降臨一つだったのが3つに。このミケラの降臨こそがキフ騎士を強敵たらしめる最も厄介な技ね。他に通常個体との大きな違いはひるみ耐性。通常個体はダメージレベル3の攻撃、体験 R1 でもひるむ。でも赤目個体はダメージレベル4の攻撃、体験のジャンプ R2 などでもひるまない。ダメージレベル5、拒絶などの吹き飛ばし攻撃でようやくひるむ、というかちゃんと吹き飛んでくれるわ。この強いひるみ耐性も厄介な要素ね。エルデンリング本編と同じ感覚で臨むとやられるわ。では槍持ちと鎌持ち、それぞれの個体への戦い方を解説しましょう。結論を先に言っておくと両方ともバックスタブを狙うのが一番安定ね。まず先に鎌持ち個体、厄介な方から行きましょう。こいつの強いところはさっきも言ったようにミケラの降臨。これに尽きるわ。ただでさえ高威力だったのにそれが3倍に増えたのだから厄介さも3倍。直撃すれば深き夜でなかろうと一発で持っていかれかねないわ。深き夜でも多段ヒットで HP 最大時カットアップを貫通するから非常に危険。モーションは大きく分けて2種類。左から擦り上げる場合は2連発。右から擦り上げる場合は単発。左右覚えてなくてもためが長ければ2連発、と覚えておけばいいわ。この降臨が本当に厄介で、射程もアホほど長い上に隙も小さい。降臨自体がでかい上に弾速遅めだから意外とフレーム回避もシビア。鎌持ちに対してはいかにこの攻撃を打たせないかが重要よ。検証の結果大体ローリング 1.5 回分より近いくらいの距離まで近づくと撃ってこなくなるわ。ただ近距離だと左側の手の試験の攻撃をしてくる。試験の攻撃は発生がかなり早いからできればあまり近づきたくもない。大体ローリング1回分くらい離れてれば距離避け可能ね。結論として鎌持ちはローリング1回から 1.5 回分の距離を保つことが大事よ。この距離保っていればこちらに届く敵の攻撃は2種類だけ。まず右からの2連鎌投げ。射撃をかわした後1拍置いてローリング、そしてバックスタが可能よ。一番ありがたい攻撃ね。そしてもう一つは左からの3連鎌投げ。これも射撃をかわした後少しだけ間を置いてローリング、そして1拍置いてまたローリングで後隙をバックスタできるわ。位置によっては2連撃で終わるけどそれもバックスタ可能。ただしこの攻撃は射撃の後に距離を離してるとミケラの降臨に派生してしまうので射撃は前ロリが必須よ。ローリング1回から 1.5 回分の距離にいれば大半はこの2種類の攻撃だから簡単にバックスタが可能なわけ。ただたまにレアな回転攻撃をしてくる時もあるわ。これもローリングで避けてバックスタ可能だけど踏み込みが浅いから不安なら後ろに下がってスルーするのもありね。他には向こうから近づいてきて試験での攻撃もしてくるけどこれは後ろ歩きだけで回避可能。あと知っておくといいのは腐敗突射。これも近づかなければ当たらないんだけどこの攻撃の後はそこそこの確率でバックステするわ。そのままだと安全距離から出てすぐにミケラの降臨を撃ってくるから腐敗突射の後は近づく意識を持っておくといいかも。では次にミケラの降臨を打たせてしまった場合の回避法ね。これは普通にローリングなどフレーム回避するか、もしくは失踪で避けることも可能よ。ローリングの場合は降臨とすれ違うようにロリすると避けやすいわ。2連続で打ってきた場合は右、左と連続で回避するのがおすすめ。では失踪で避ける場合。左右に失踪でどちらの方向でも簡単に避けられるわ。2連続の場合でも同様。最大の問題は安定して失踪避けできるスペースがあるとは限らないということ。鎌持ち個体は結構足場が狭いところにいるのよね。
こういう場所だと単発ならまだしも2連続で同じ方向に疾走避けするのは難しい。その場合2連続後輪を疾走避けするなら方向転換する必要があるけど、方向転換の分避けがシビアになるし、ブレーキモーションも誤爆しやすいので非推奨よ。基本的にはローリングやステップ避けをおすすめするわ。疾走避けよく使うのはここの広場のボス個体相手の時ぐらいかな。では次に槍持ち個体に関して解説しましょう。槍持ちの最大の特徴は一発近接攻撃を入れるとほぼガード状態に移行することね。ガード後はさらに攻撃を加えるか正面近距離にいると押し付け攻撃。しばらくガード状態を継続してるとバックステップや縦キク、横投げをしてくることもあるわ。これを避けてバックスタをすればバックスタ後の追撃でまたガード状態になるからループすることができるわ。こう言えば簡単なんだけど意外と安全にループし続けるのは難しいのよね。時間が経つと縦キクや横投げをしてきて、縦キクの方は右回りなら避けれるけど横投げはちょっと避けるの難しめ。これを防ぐにはなるべく早く押し付け攻撃を誘発すること。まず試したのはこちらからの攻撃による押し付け誘発。ガード状態の相手にさらに追撃すると押し付けを誘発できるからそれを避けてバックスタ。ガード状態で攻撃しても寄付士は縦受けモーションがあるからその後の押し付け攻撃かわすのはよほど遅い攻撃でなければ十分間に合うわ。この戦法の問題点は押し付け攻撃とこちらの攻撃がたまに勝ち合うこと。バックスタ取れずに被弾して追撃も来るから最悪。もう一つの、そしておそらく最良の押し付け誘発方法は正面密着。正面にいるとかなり高確率ですぐ押し付けしてきてくれるわ。これを見てから疾走で避けてバックスタね。動画だとシビアなように見えるかもしれないけど意外と簡単よ。疾走開始がちょっと遅れても大体回避できる。多分これが一番楽だと思います。これを見つけるまでかなり時間かかったわ。3日も出撃せずに寄付士と戦い続けたんだから。この戦法ならほぼ縦キクなどしてくる前に押し付け攻撃を誘発できるから慣れたらほぼノーダメージでループし続けられるわ。たまーに縦キクしてきてもそれもバックスタ可能。さてバックスタループは紹介したところで次は肝心な最初のバックスタを取るまでの立ち回りね。一番安全なのは狙われたら距離を取ること。ある程度距離を取ったら相手の有効な攻撃は突進やりつかみぐらいになるわ。清掃の壁も意外とリーチないしね。突進やりつかみをすれ違うようにローリングしたらバックスタ可能、猶予も十分あり。左奥にロリすればタイミングは割とガバガバでも回避できるわ。ここからさっきのバックスタループに入れるわね。ただ距離を取ってこれだけを待つのは少し消極的すぎるかも。もっと積極的に行きたい場合は中距離で待ちね。鎌持ちの時と同様にローリング1回分くらいの距離を空けるのがいいわ。発生の早い試験の攻撃を距離避けできるから。この距離では主な攻撃は6種類ほど。そのうち4種類をバックスタチャンスにできるわ。まず1つ目、試験での切り上げ、からの槍の突きね。切り上げは距離避けして突きをすれ違うようにロリでバックスタできるわ。この攻撃に限らず突き攻撃はそこまでタイミング合わせなくても適当にすれ違いロリすれば当たらないからとても楽。2つ目は槍による突き、からの試験3連続突き。最初の槍の突きをすれ違うようにロリでバックスタ可能よ。これも猶予長め。3つ目は試験でのステップ切り、からの槍による突きね。試験は距離保っていれば当たらないから2撃目の槍を奥にローリングでバックスタ。これは硬直が少なめでバックスタ猶予短め。この2撃目の突きは少し予備動作が分かりにくいので知ってないと対処できないかも。またすれ違い切りの後近すぎると2撃目が発生の早い試験での投げになるわ。初撃は離れるように距離避けが安定ね。4つ目が試験での投げ、からの両手クロス突き上げ。これもクロス突き上げを奥にローリングでバックスタ可能。槍による突き攻撃はどれも大体同じぐらいのタイミングで小ディレイなのだけど、このクロス突き上げだけは強めのディレイになってるわ。思ってるよりさらに一拍置いてから攻撃来るので注意。これらが中距離でのバックスタ可能な4種類の攻撃。バックスタしにくいのは清掃の壁の2種類の攻撃ね。一つは槍を後ろから擦り上げる方。こちらは前方3方向放射状に槍を展開するから、タイミング合わせてローリングするか狙われてる場合は少し横にずれるだけでも OK。遠距離でもやってくる攻撃だけど意外とリーチは短いからそこまで脅威ではないわね。もう一つは槍を前から後ろに擦って同時にバックステップする方。こちらは前方に30の扇状に光の槍を展開するわ。内側ほど密で外側ほどまばら。回避方法は一番簡単なのは最も内側、槍を擦ったところのすぐ近くに位置取ること。ここにいれば確実に当たらないわ。もしくはすぐ疾走で距離離すのも簡単。ちなみに地面が上り坂になっているとほとんど拡散せずに中心に集中するわ。
まあ避けやすくなるから問題ないかもだけど。この攻撃の後には高確率で突進やり掴みをしてくるから回避してバクスタね。というわけでこれで大体解説したかったことは解説し終えたけど、最後ついでにパリーについても少し検証したわ。まず鎌持ちなんだけど、こいつはパリーにちょっと注意が必要。近距離だと発生が早くてむずいからやっぱり中距離安定なんだけど、右からの鎌に連撃、これがパリーやたらと難しいのよね。初撃も2撃目もロックオン状態だとタイミング合っててもスカルどころか普通に被弾したりするわ。狙うなら左からの鎌攻撃初撃、これは普通にパリー可能よ。タイミングも取りやすいわ。槍持ちに関してはパリーは有効ね。中距離に位置取って槍の突きを待つのがおすすめ。槍攻撃はクロス突き上げを除いてどれも大体同じくらいのディレイだから簡単にパリーできるわ。どちらの個体も確実に決められるならパリーはありなんだけどバクスタの簡単さを考えるとわざわざパリー立て用意することはないかもね。以上、寄付騎士の簡単な倒し方、というかほぼバクスタの取り方でした。これからは誰でも、たとえソロでも寄付騎士取りではカモにできるはず。共に快適で充実した大空洞生活を送りましょう。最後にレベル1コモン呪詛でノーダメ撃破した時の動画を等速で垂れ流しておくから参考にしたい人は見てみてね。